今日はユニークな糸を使ってバッグを作っていきます。途中で一部糸を変えて説明するので、あまり慣れていない方でも大丈夫だと思います。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのたわし用ヤーン。色はブルーで 30g で48メートル。使用界隈の目安は7号から8号。これを今回7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをします。鎖を9個。まず1、2、3、4、5、6、7、8、9。最後の鎖にマーカーをつけます。これがこれから作る長方形の角になります。鎖を4個。1、2、3、4。で、このマーカーの隣の隣、ここに長編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに長編み。1、2、長編み。これで四角ができました。次も四角を作ります。鎖1つで、足元は1つ飛ばして2つ目長編み。また鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目長編み。鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目次は2段目。鎖4つ。1、2、3、4。裏返します。下のこの長編みの上、四角を作ります。これで四角の上に四角。次も同じ。鎖。次も鎖1つ。端ではこのマーカーのここから1、2、2つ目に長編みをします。こっちから見ると1、2。この時は2本の糸の下。上が2本で下は1本。この位置に長編み。これで端にも四角ができました。このマーカーはまだつけておきます。次は3段目。同じです。鎖4つ。裏返します。長編みの上に長編み。鎖。鎖。鎖。端ではこの鎖の下から3つ目。今度は3つ目に長編み。上が2本で下は1本。長編みをします。次も全く同じです。
123裏返して長編みの上に長編みで、これを繰り返してしばらく編んでいきます。12段編んできました。長さは16センチ、縦は5センチ。次はこの周りを一周します。ここで糸を変えます。私は糸を変えるんですが、皆さんはこのまま同じ糸で編んでいきます。このまま糸が出ているところから続けて編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4、同じところに長編み。これで三角ができました。次は四角を作っていきます。鎖1つで長編みの上に長編み。今までと同じです。鎖1つ、鎖、鎖、1、2、3。次はこの角に三角を作ります。まず鎖1つ、同じところに長編みで、これで長編み1つ、鎖1つ、長編み、三角ができました。角はこの三角を編んでいきます。鎖1つ、また四角、この間に四角、この間、このまま次の角まで編んでいきます。角まで来ました。また角では三角を作ります。鎖1つ、同じところに長編みで三角ができました。次はこっち四角を作ります。で、ここの角はこのマーカーのところ、鎖の1、2で、また三角を作ります。鎖1つで同じところ、で次また四角、この四角を編んでスタートしたところまで戻っていきます。一周しました。最後も四角を作ります。鎖1つ、三角の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。これで底が出来上がりました。次から側面を編んでいきます。今度は見やすいように元の糸に戻って編んでいきます。で、側面の1周目はまず鎖4つ、1、2、3、4で、三角のこの部分、この長編みの上に長編み、
これで三角に四角ができました。次から四角、鎖一つ、四角の上に四角、鎖一つ、で三角の上まで来ました。三角の上にも鎖一つで四角を作ります。ここにこれで三角に四角ができました。こんな形になります。で次から四角の上に四角、あとはずっと同じです。この角の三角の上にも四角、四角の上に四角、三角の上に四角、これで一周します。一周してきました。最後も四角を作ります。鎖一つ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜きます。これで最後も四角ができました。1、2、3、4で、また四角の上に四角を作っていきます。次も四角、これで一周します。これをしばらく繰り返していきます。この三角の次から数えて10周編んできました。長さはそこから測って17センチ。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。これは底を見て整えて、私はこんな感じ。中央が約9センチ、横は5センチ、こっちも同じ。これは上から見ると、この四角の数を数えて、1、2、3、4、5、6、7、8。こっちも8。この部分は四角が10個。こっちも10個。こんな感じでマーカーをつけます。で今、糸が出ているところから続けて編んでいきます。次も四角を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4。隣に四角を作ります。また四角。このマーカーのところまで四角を作ります。マーカーの手前まで来ました。ここでも四角を作ります。鎖一つ、マーカーのところに長編みをします。次から鎖、まず1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖を19センチ編んできました。鎖の数は36。鎖がねじれていないか確かめてから、このマーカーのところに長編みでつなぎます。ねじれていないか確かめて、マーカーのところに長編み、絡めてマーカーのところ長編みをします。2本から引き抜いて、もう一度、これで長編みでつながりました。こっちと同じになっています。次から四角、鎖一つ、
長編みで四角ができました。また向こうまで四角を続けます。またこっちまで四角を続けて、ここで長編み、鎖で、今と同じように長編みでつなげます。で、ここまで編んでいきます。鎖を編んで一周しました。最後も四角を作ります。鎖一つと1、2、3。次に細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編み、これが一つ目の細編み。次は四角の中、ここにかぎ針を入れて細編み一つ。次は長編みの上、四角の中、長編みの上、四角の中。これでこの鎖の付け根まで編んでいきます。鎖の付け根まで来ました。次から鎖に一つずつ細編みをしていきます。まずこの一つ目の鎖の裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。次はこの鎖の糸が盛り上がっているところ、次もこの糸が盛り上がっているところに細編みをして端まで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。この長編みには編まないで、すぐこの四角の中、ここに細編みをします。次は長編みの上、四角、このまま細編みを続けて反対側も同じように編んでいきます。細編みで一周しました。最後は一つ目の細編みに引き抜きます。一つ目の細編みに引き抜いて、鎖一つ、糸を切ります。少し長めに残して引き抜いて引き締めます。で、これを針で始末します。裏に針を出して、なるべく目立たないように、ほどけないように隠します。少し引いて、これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。今ストラップはふにゃふにゃしているんですが、使う時にはまっすぐしっかりとします。サイズを測りました。縦が19センチ、横幅19センチ、ストラップは25センチ、使った糸の重さは50グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。